物価が上がると、スーパーでの買い物や電気代の支払いに直結しますよね。最近、日銀の副総裁が物価の上振れリスクを意識すべきだと述べました。さいたま市で行われた懇談会で、副総裁は今後の利上げについて重要な方針を示しています。これからは毎回の決定会合で議論していく姿勢を見せました。植田総裁も物価の上振れリスクを重視すべきだと改めて言及しています。市場ではこの動きが想定以上に進む可能性も指摘されています。背景には中東情勢や AI 関連の需要拡大、そして円安の影響などがあります。これらが物価を押し上げる要因として意識されているようです。利上げのペースが早まれば私たちの生活への影響も変わってきます。皆さんは現在の物価の上昇をどのように感じていますか？市場の予想を超えるスピードで金利が動くかもしれません。まずは今後の日銀の発表を冷静に見守っておきましょう。それでは、なぜ今、利上げの議論がこれほど注目されているのか、その仕組みについて見ていきましょう。物価の上昇はまるで止まらない坂道を登るようなものかもしれません。日銀の副総裁は講演の中で物価上昇率が予想以上に上がるリスクを意識すべきだと述べました。これはブレーキをかけるタイミングを見極める作業に似ています。次に背景にある要因についてお話しします。中東情勢や AI 需要の拡大、そして円安の影響が挙げられています。これらが複雑に絡み合い、物価を押し上げる要因となっているようです。背景にはこうした外部環境の変化があります。植田総裁も物価の上振れリスクを重視する姿勢を示しています。物価目標の達成に向けたプロセスが重要な局面を迎えています。それでは具体的な議論の仕組みについてです。今後の利上げは毎回の金融政策決定会合で議論されることとなりました。これは毎回ルートを確認しながら進む航海のようなものです。市場では利上げのペースが想定より早まる可能性も指摘されています。日銀の副総裁が述べた毎回の議論という仕組みは変化に対して柔軟に対応するための準備と言えます。こうした動きが続くと私たちの生活にはどう響くのでしょうか。金利の変動は将来的な物価の動きに直結する重要な要素となります。皆さんはこの変化をどのように捉えていますか？最後に今後の注目点をお伝えします。次の大きな分岐点は次回の会合での決定内容です。それまでに為替の動きを冷静に見守っておきましょう。物価上昇が続けば家計の負担は増え続けるかもしれません。副総裁は上振れリスクを警戒し、今後の金利操作を毎回の会合で検討する方針です。この動き、どう感じますか？物価が想定を上回るリスクに対し、副総裁は強い警戒感を示しました。これに伴い、利上げの議論も毎回の会合で行われる見通しです。生活コストへの影響は避けられません。今後の金融政策は物価の上振れリスクを軸に動きます。利上げの是非も毎回の決定会合で話し合う考えが示されました。私たちの財布事情はどう変わるのでしょうか。副総裁は予想を超える物価上昇に備える必要性を突いています。これを受け、利上げ議論は毎回の会合で実施される予定です。金利上昇の波がすぐそこまで来ています。物価上昇の勢いが強まるリスクを副総裁は強調しました。利上げの検討も毎回の会合を通じて行われることになります。このスピード感、準備はできていますか？物価の上振れを考慮し、副総裁は慎重な姿勢を見せています。今後の利上げ議論も毎回の会合で行われることが決まりました。金利の変動が生活に響く日は近いかもしれません。物価上昇リスクを注視すべきだと副総裁は改めて述べました。利上げも毎回の会合で議論の対象となります。私たちの預金やローンにどう影響するか気になりますよね。副総裁は想定以上の物価上昇への警戒を促しています。これに伴い、利上げも毎回の決定会合で検討される方針です。金利の動きが加速する可能性が出てきました。ここまで見てきた通り、金利の変化は私たちの生活に直結しますね。それでは今回の内容を振り返っていきましょう。今回のポイントは3つです。まず、物価の上振れリスクへの警戒についてです。次に、毎回の金融政策決定会合で利上げの議論が行われる点です。副総裁もこの姿勢を示しています。最後に、利上げのペースが市場の想定より早まる可能性がある点です。専門家からもこのスピード感に注目が集まっています。物価の上振れは中東情勢や AI 需要、円安などが要因として挙げられています。これらが複雑に絡み合っているようです。次回の予告です。円安と金利の関係について詳しく解説します。ぜひ楽しみにしていてくださいね。それではチャンネル登録をお願いします。皆さんの生活を守るためのヒントをこれからもお届けします。次回の分岐点は次の金融政策決定会合での判断です。まずは日々のニュースに目を向けてみましょう。